こんにちは。本日はペンダントトップやブローチに使えるさくらんぼのチャームの作り方をご案内します。画面左側のさくらんぼはシックで落ち着いたカラーを使用しております。そして右側はさくらんぼらしい可愛いお色を使って作ってみました。丸いモチーフはどんなお色でも可愛く仕上がりますので、ちょっと意外なお色などを使って作ってみるのも良いかもしれません。それでは作り方のご紹介と参りましょう。まずは糸50センチで芯にする8ミリのアクリルビーズを丸小ビーズで囲んでいきます。まずは8粒を6回。ここでこの糸を固定します。ではこれで1列通しましたので、あと5列分8個のビーズを通します。はい、これで8粒を6回通しました。この隙間に今度は6粒ずつ通します。6粒を6回通しますけれども、心の中で1列2列とつぶやいておくと、後から数える手間も省けます。数える手間はもう大したことないんですけど、6列ですから。これで12列囲み終えました。このままでも構いませんけれども、ちょっとした隙間がありますので、私はいつもここで4粒加えてます。では外側のビーズを通して糸を反対方向に持っていき、こちら反対側の糸と結んでおきます。そしてさらにですね、結び目と反対側に糸を引き出します。こちら側の糸も針に再び通して反対側に通しておきましょう。この時の針は針穴がもうちょっと大きなビーズ針でないものでも大丈夫だと思います。で、とりあえずこの辺りでカットしておいてください。もう一つのさくらんぼを作ります。葉っぱを作ります。糸を 1m30 センチ用意してください。まずはビーズを3つ通して最初の1つに針を戻します。そしてこれがですね、ほぼ糸の真ん中に来るようにしたいので、端と端を合わせてこのぐらいの位置ですね。再びこの2つに針を戻します。次は3個です。最初の2個に戻して再びここに入れます。次は4個です。4個なんですけれども、ここは2回に分けたいと思います。と言いますのも、この間の隙間が空きますので、それを防止する意味で2回に分けて段を増やすという方法を考えました。次は5個です。反対側に返して5個なので3個と2個の2回に分けたいと思います。
偶数のビーズに奇数のビーズを振り分けるとき、いくつにしようかしらとちょっと悩んでしまうこともあるかもしれませんけれども、一列のビーズの数さえ合っていれば構いませんので、そこは細かく考えなくてもいいと思います。5個が3列終わったので、次は4個です。2個ずつ2回に分けて通しましょう。減らし目なのでここが3個ですけれども、こちら次の段は2個ということで、2個のビーズを3個のビーズに絡めるという感じです。次は3個です。次は2個なんですけれども、2個はもうさすがに分けて増やすことはないと思います。はい、でこれで葉の先端までできましたので、元の位置まで引き返していきます。補強も兼ねるかなって感じですよね。はい、これで葉っぱができましたので、今度はさくらんぼの茎を作ります。ここでですね、この糸をここで二重にします。2本取りにした感じですね。で11粒、さくらんぼの糸始末をした糸が出ている方向から針を入れて、1粒ビーズを抜け止めのビーズですね、これを入れて元に戻します。で軸全部に針を戻して、この見分けがつきづらくなりますので、ここでさくらんぼの糸始末した分はカットしておきます。そして付近の糸に結び止めてから、さらに付近のビーズに糸始末をします。ここでこの糸に接着剤をつけておきます。そして素早く引き込んでカットします。こちらもカットしておきましょう。ではもう反対側も同じように作業を進めていきます。ここで11粒のクラスプに当たる部分ですね、この輪っかを作っておきましょう。はい、では先ほどの葉っぱと同じように進めてまいります。葉っぱの根元まで戻ってきましたので、反対側の葉っぱの先端に糸を絡めて2枚の葉っぱを寄せておきます。ここで2本取りにして茎のビーズ11個を通します。そして糸始末をした方のから針を入れて抜け止めのビーズを1つ、そして元に戻します。
はい、これでさくらんぼの完成です。いちごと並ぶパーマネントコレクションとしてぜひ覚えておいていただければと思います。それでは本日はこれにて終了です。ご視聴いただきありがとうございました。また次回までごきげんよう。